嗨，皆さんこんにちは。大家好，欢迎回到我的频道，我是ゆか老師。今日は私が過去に撮影した Vlog 動画を使って買い物の時に使える日本語についてご紹介します。このように私も店員さんもいつも通りのスピードで話しています。日本語の練習用にゆっくり話したり簡単な言葉を使ったりしていません。なので最初は少し難しいと感じるかもしれませんが大丈夫です。今日の動画を最後まで見れば全部わかるようになりますよ。途中で重要なキーワードやよく使う表現についても紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速始めましょう。今は翻訳アプリなどを使えば一言も日本語を話さないで旅行することも可能だと思います。でも、もし日本語を使って店員さんと話ができたら、旅行がもっと楽しくなるし、いい思い出になりますよね。私も皆さんと同じように外国語を勉強した経験があります。大学1年生の時に中国語を勉強し始めて、半年ぐらい経った時に初めて上海へ行きました。その時私は、这是什么？とか、请到新天地というような簡単な会話しかできませんでしたし、発音も悪かったと思います。でも、自分の中国語が通じた瞬間は本当に嬉しかったし、今でもその場面をよく覚えています。皆さんも今日の動画を見て、一言でもいいので、ぜひ日本語の表現を覚えて旅行の時に使ってみてください。それでは今日の練習の基本的な流れを説明します。今回の動画は私が日本橋の雑貨店で買い物をした時に撮影した Vlog 動画です。まずは字幕がない状態で一度見てください。この時会話が聞き取れなくても大丈夫です。全体の流れを把握してください。次に私からキーワードを10個提示します。キーワードに注目してもう一度聞いてみてください。その後、重要なフレーズについて私から解説します。最後に日本語の字幕付きでもう一度同じ動画を見ます。この時には全ての内容が把握できているはずです。さらに時間がある人は字幕なしの動画をもう一度見てみてください。字幕がなくても内容がほとんど理解できると思います。それでは早速動画を見てみましょう。今から見るのは字幕がない動画です。基本の流れを把握してください。まず店員さんは私に袋が必要かどうか聞きます。今日本はほとんどの店で袋が有料です。そのため店員さんはこのように袋を購入するかどうかお客さんに尋ねます。続いて金額を確認します。そして最後に支払いをします。今回私はクレジットカードを使って支払いをしました。それでは一度聞いてみましょう。こちらの金沢ジャパンの袋を1枚50円で販売しているんですが、はい、ご利用ですか？お願いします。ありがとうございます。はい。ではこちら2点で6655円頂戴いたします。クレジットではい。払います。少々お待ちください。はい。一括ではい、一括で。こちらレシートをお渡しします。ありがとうございます。すいません、お待たせしました。はい、ありがとうございます。どうでしたか？何か一つでも単語がわかりましたか？では、ここで私からキーワードを10個提示します。こちらです。袋、1枚50円。ご入り用ですか？お願いします。6655円。クレジット。少々お待ちください。一括。レシート。お待たせしました。それでは次はこの10個のキーワードに注目してもう一度同じ動画を聞いてみてください。
こちらの金沢ジャパンの袋を1枚50円で販売しているんですが、はい。ご入り用ですか？あ、お願いします。ありがとうございます。はい。ではこちら2点で6655はい円頂戴いたします。クレジットではい。お願いします。少々お待ちください。はい一括であ、はい、一括で。こちらレシートを渡しありがとうございます。すいません、お待たせしました。はい、ありがとうございます。どうですか？何かキーワードは聞き取れましたか？それでは続いて一つ一つの重要な表現についてご紹介します。店員さんが私に袋が必要かどうか聞きました。こちらのアナザージャパンの袋を1枚50円で販売しているんですが、ご入り用ですか？こちらの金沢ジャパンの袋を1枚50円で販売しているんですが、はい。ご入り用ですか？あ、お願いします。ありがとうございます。はい。アナザージャパンというのはこの雑貨店の名前です。ここで重要なのは袋1枚50円ご入り用ですか？この3つのキーワードです。袋の部分は紙袋とかビニール袋という人もいます。そして最後にご入り用ですか？これは必要ですかのとても丁寧な言い方です。店員さんがよく使います。こちらのアナザージャパンの袋を1枚50円で販売しているんですが、ご入り用ですか？こちらの金沢ジャパンの袋を1枚50円で販売しているんですが、はい。ご入り用ですか？あ、お願いします。ありがとうございます。はい。そして続いて私は欲しいと思ったので、お願いしますと言いました。こちらの金沢ジャパンの袋を1枚50円で販売しているんですが、はい。ご入り用ですか？あ、お願いします。ありがとうございます。はい。このお願いしますはとても便利な表現です。例えばコンビニのレジで、こちら温めますか？と聞かれて、温めてほしい場合は、はい、お願いしますと言います。もしここで必要がない場合は、いいえとか、いいえ、結構ですと言います。そして最後に、ありがとうございますと店員さんが言いました。こちらの金沢ジャパンの袋を1枚50円で販売しているんですが、はい。ご入り用ですか？あ、お願いします。ありがとうございます。はい。続いて次の場面、金額を確認します。店員さんが袋と商品全部を合計した金額を提示しました。こちら2点で6655円頂戴いたします。ではこちら2点で6655円頂戴いたします。2点というのは商品の数です。今回私は2つの置物を購入しましたので2点と言っています。そして合計6655円。この金額も重要なポイントですね。最後に頂戴いたします。これはもらいます、受け取りますのとても丁寧な表現です。これも店員さんがよく使います。こちら2点で6655円頂戴いたします。ではこちら2点で6655円頂戴いたします。そして続いて私から支払う方法を店員さんに伝えました。今回私はクレジットカードを使いました。クレジットカードはちょっと長いので省略して話すことが多いです。例えば私の今回のようにクレジットとかカードという人が多いです。そこで私はクレジットで払いますと言いました。ではこちら2点で6655円頂戴いたします。クレジットではい。払います。この後ろので払いますというのは払う方法を表しています。例えば現金で払いますとか QR コードで払いますというふうに支払う方法を入れます。今回はクレジットで払います。ではこちら2点で6655円頂戴いたします。クレジットではい。払います。
ここで店員さんが少々お待ちくださいと言いました。少々お待ちください。はい。これもとても丁寧な表現です。ちょっと待ってくださいのとても丁寧な表現です。少々お待ちください。少々お待ちください。はい。そして続いて、支払う回数を私に尋ねました。一括ですか？一括で。はい、一括で。一括というのは、1回で全部の金額を払うという意味です。他にも、分割とか、2回払い、3回払いというのがあります。もし一括で問題なければ、はい、一括でと言います。一括で。はい、一括で。実際には一括での後ろに一括で払いますというふうに動詞が入りますが、私たちはよく省略して、はい、一括でというふうに言います。一括で。はい、一括で。そして続いて支払いが終わったので、店員さんがレシートを渡してくれました。こちら、レシートをお渡しします。こちらレシートを渡します。ありがとうございます。お渡しします。もうとても丁寧な表現です。お何々しますというのは謙譲語です。こちら、レシートお渡しします。この時私たちは、どうもとか、ありがとうございますと言って受け取ります。こちらレシートを渡します。ありがとうございます。そして最後に店員さんが私に商品を渡してくれました。すみません、お待たせしました。すみません、お待たせしました。ありがとうございます。お待たせしました。これもとても丁寧な表現です。やはり店員さんがお客さんに対してよく使います。すみません、お待たせしました。ありがとうございます。レストランで店員さんが料理を持ってきてくれる時にもよくこの言葉を言います。お待たせしました。そして最後に私はお礼を言いました。はい、ありがとうございます。すみません、お待たせしました。ありがとうございます。それでは続いて日本語の字幕をつけた動画を見てみましょう。今すべて解説したので大体の内容がわかると思います。では一緒に見てみましょう。こちらの金沢ジャパンの袋を1枚50円で販売しているんですが、ご入り用ですか？お願いします。ありがとうございます。ではこちら2点で6655円頂戴いたします。クレジットで。はい。お願いします。少々お待ちください。はい。一括で。一括で。こちらレシートを渡します。ありがとうございます。すみません、お待たせしました。ありがとうございます。はい、どうでしたか？クレジットでとか、少々お待ちください、一括でなど聞き取れたフレーズがあったんじゃないかなと思います。それでは一番最後に字幕なしの動画をもう一度見てみましょう。今キーワードや重要な表現を勉強してきたので、字幕がなくてもなんとなくわかるんじゃないかなと思います。ちょっと挑戦してみましょう。こちらの金沢ジャパンの袋を1枚50円で販売しているんですが、ご入り用ですか？お願いします。ありがとうございます。ではこちら2点で6655円頂戴いたします。クレジットで。はい。お願いします。少々お待ちください。はい。一括で。一括で。こちらレシートを渡します。ありがとうございます。すみません、お待たせしました。ありがとうございます。どうでしたか？また今日紹介したもの以外にも同じような場面で使う別の表現を紹介します。まずは袋について。袋は総称で、実際には紙袋とかビニール袋という言い方があります。そして今回の雑貨店では1種類だけの紙袋でしたが、
スーパーマーケットとかコンビニなどでは袋のサイズも聞かれることがあります。サイズについては主に2種類の言い方があります。一つは S、M、L です。もう一つは大、中、小です。この2種類のどちらかを使うことが多いです。それから金額について、日本で買い物をしたら最後には必ず円がつきます。100円、500円などです。例えばこの金額は1380円と読みます。1380円。こちらは12600円。12600円。このように最後に必ず円がつきます。続いて支払う方法について、先ほどもご紹介しましたが、クレジットカードはちょっと長いので、クレジットとかカードということが多いです。後ろにで払いますとか、払いますを省略してでだけでも大丈夫です。例えば、カードで払います。あるいはカードで。その他にも、現金で払います。QR コードで払います。などがあります。そしてクレジットカードの場合は、支払う回数も聞かれます。一括、分割、2回払い、3回払いなどです。はい、皆さんお疲れ様でした。何か一言でもぜひ覚えて日本で使ってみてくださいね。日本人と日本語で交流ができると旅がもっと面白くなるし、自信もつきますよね。皆さん頑張ってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。